はい、皆さんこんにちは。セカンドチャンネルに超能力実験の深掘り動画をアップしたので、気になる方はチェックしてみてください。やっと夏が来たって感じですよね。ほんと梅雨が長くて。今日はですね、初期の頃からめちゃくちゃリクエストの多かったあるテーマについて話していきます。と、その前に一つ不思議というのか怖い都市伝説を紹介しますね。僕これ知らなかったんですけど、調べていくと結構深いところまで行って、ぼっちの方や友達がいない方必見です。皆さん、トゥルパという言葉ご存知でしょうか？これはチベット語で変幻心や化身を指す言葉で、インド仏教では初期の仏教経典に心が成した身体を作り出す能力が修行の結果得られるということが述べられています。ブッダのように姿を変えて様々なところに出現したことを説明するために使われた言葉。どういうことって思いますよね。ここまで聞いて何が何だかわからないと思います。チベット仏教ではダライラマ14世は小観音のトゥルクだと考えられていました。トゥルパ、同じです、意味は。そして20世紀に入って神智学者たちがこれを物質的形態として受け取られた具現化した信念、魔術的形成物を生み出す力だと解釈しました。自分の念で空想の存在を具現化させることがチベット密教で行われていたかもしれないという勘違いの解釈をして西洋哲学の魔術と合わさり、人の思考から人々を取り囲むオーラから発せられるエーテルのような物体だと説明されています。エーテルというのは光の波動説では宇宙に満ち溢れている存在として仮定されています。ちょっとずつどういった話か理解し始めましたがね、人の念である存在を具現化させることができるっていうんですね。これがチベット密教で行われていたという。どうせみんな僕のことを顎のトゥルパーだとか言い出すんでしょ。分かってますよ。そして現代、ちょっと言い方が変わってタルパと言われているんですけど、タルパの概念はテレビや掲示板で話題になり、タルパをどのようにして作り上げるかについて話し合われたり、実際に作り上げることに成功した人の体験談などで盛り上がりました。その存在はイマジナリーフレンドのようだと。イマジナリーフレンドというのは心理学、精神学における現象でいう空想の友人です。よく小さい子供が家の中で誰もいないところに向かって話しているのを見て、最初は不思議だな、幽霊かなって勘違いするんですけど、実はその子供が空想上の友人を作り上げて本当にいるかのように接していたりするんですね。よくいじめられてる子供やあまり友達がいない子供に共通しているんですけど、自分の空想上で友達を作り上げちゃうんですね。寂しさから。そこには誰もいないのに本当に誰かがいるように接していて、無意識に作り上げちゃうんです。大人になるにつれ存在はどんどん忘れていくんですけど、まさにタルパのようですよね。タルパは意図的にそれを具現化させるんです。生成方法は瞑想や夢日記をつけたりして明晰夢を行ったりらしいんですけど、実はこのタルパ危険視されている面もあるんです。なぜでしょうか？それをちょっと見ていきましょう。タルパの生成方法はまずは見た目ですよね。どんな存在を作り出したいのか、女性なのか男性なのか、年齢は若いのか老いているのか、自分の理想とする姿を思い浮かべて具体的に想像して、実際にそれがそこに存在しているかのように目の前の空間に具現化させるんですね。重要なのはただ妄想みたく想像するんじゃなくて、もう目の前のこの空間に、この空間が実際に変形するような感じで、ここに何かがいると現実の世界と想像を重ね合わせるんです。実際にその存在に名前をつけてみたりして、おいたかしとか、おいあやとか、性格も決めてそれに1日何回か話しかけてみます。はい、お疲れさん、今日夜ご飯何食べる？みたいな感じで。いや、怖っ。そうするといつしかその妄想に命が吹き込まれて、自分の中でコントロールすることができるようになるというんです。その存在は友人でもいいし、家族のように接してもいいし、なんなら恋人のような存在になることも。みんな一度は自分の理想の恋人想像したことあると思うんですけど、それの実際に話しかけてみるバージョンです。その存在が目の前にいてやり取りをする感じです。それを最終的には壁などに向かって意識を集中させて視覚化することで、リアルにそこに実在する段階にまでなってきます。そしてしばらくするとタルパから話しかけてくるようになると、恐ろしいですよね。自分の意思とは関係なく、その存在が勝手に話しかけてくるようになるんです。もちろんこれは自分の想像内の話ではあるんですけど、これ何が危険って、タルパが暴走する時があるそうです。タルパは乖離性障害のような症状を誘発することがあると言われているんですね。乖離性障害とは、自分の中にいくつもの人格が現れる、いわゆる多重人格のことで、記憶がすっぽり抜けたり、自分が自分じゃないような感覚に陥ることがある
るそうです。しかもタルパに囚われると、その存在はどのようにしても消えることなく、常にみんなのそばに居続けるという怖い体験談もあったりします。完全に自分の記憶からなくなるまでそばに居続けると。なのであくまでタルパは自分の想像の延長線の存在であって、それ中心の生活にはなっていけないと。そりゃそうですよね。さすがにね、タルパの言うことを全部聞いたりはしないと思うんですけど、中にはね、ハマってしまってそうなってしまう人もいるのかもしれないです。実際タルパ生成に成功した人たちの体験談では、タルパのおかげで寂しくなくなったとか、重要な決断の時に相談に乗ってくれたとか、なんならタルパと性行為する人なんかもいるそうです。それはオナニーと一緒っすよね。こういったタルパーと呼ばれる人たちがいて、中には複数体作り出す人もいるそうです。どうですか皆さん、ここまで聞いて。チベット密教の非容疑から現代のオカルトタルパまでの話。この話聞いたことある人はある程度理解できるかと思いますけど、初耳の人は、これどこまでが本当なのって感じですよね。確かに最初から最後までどこまでが本当で嘘なのかちょっとわからないようなお話。確かにこれ危険視される理由がなんとなくわかりますよね。ネガティブな人が作り上げると、そのネガティブなタルパが出来上がっちゃうので、おそらくすごいね、怖いことをたくさん話しかけてくるようになっちゃうんです。ただの妄想でしょって思う人もいると思いますけど、逆にみんなの中でタルパ成功したっていう人いますか？いたらぜひ体験談コメント欄に書いていってください。実は僕もタルパ一体作り出すことに成功して、今ここにいるんですけど、早くみんなに挨拶して、ほら見てるから。怖いわ。そして続いて話していくテーマは、日本という国が大きく関わってくる地震についてです。ただの地震ではなく、果たして人工地震は存在するのか。人工地震って聞くと完全に二極化しますよね。陰謀とか都市伝説が好きな人は、いや絶対あるっつって。そういったことに関わりがない人たちは、いやそんなもんねえよと。さすがにそんな技術はねえよって。この動画を見ている人たちはどっちだと思いますか？ぜひこちらもコメント欄に書いていってください。まずは人工地震は起こすことができるのかできないのかについて話していきます。人工地震自体は存在するのか？はい、存在します。主に地中を探査する人工地震探査のために起こされることが多いんです。爆薬やエアガン、ウォーターガンなどを使う様々な方法があるんですけど、みんなもニュースとかで耳にしたことがある手法が核実験です。1973年9月12日にロシア、ソ連はノバヤゼリアの北東で核出力 4.2 メガトンの核実験、マグニチュード 6.97 の揺れを発生させました。そして1971年にはアメリカがグロメット作戦でアムチトカ島で行った地下核実験では核出力5メガトンでマグニチュード 7.0 相当の人工地震を記録しました。最近では北の方でたくさん実験が行われて揺れを観測したというのをニュースで見ますよね。なので技術的には可能なのがなんとなくわかると思います。しかも核実験そのものが実施に直結しなくても誘発地震といって特定の地層を爆発させることによって自然地震を起こさせることもあるんです。ちょっと怪しい雰囲気になってきました。とはいえね、それを兵器として使うのかはまた別の話ですよね。みんなの記憶に新しい地震ありましたよね。直接ちょっと名前を出したら制限がかけられそうなので、ちょっとあえて濁して、当時僕は新宿のピカデリーの映画館で映画を見ていたので、この出来事のことをちょっと映画館と呼びますね。その映画館での地震が人工地震だったのかそうでないのかって結構議論されていますよね。そちらをちょっと見ていきたいと思います。まず議論される一つの要因が波形。地震波には P 波と S 波があります。P 波はプライマリー、最初のということですね。で、S はセカンダリー、その後に来るものです。自然地震だと小さい揺れの P 波が起きて徐々に大きく揺れ出して S 波となって収束する感じなんですけど、人工地震は最初に爆発を利用したりするので一気にこのように S 波がやってくる感じなんですね。これは1998年インドで行われた核実験の揺れを表したものなんです。明確な違いがわかりますよね。じゃあ映画館での地震はどうだったのか。このように少し複雑な波形なのがわかると思います。徐々に揺れが発生しているわけでもなく、この異様な波形、3回の巨大地震が連続して起きた
た複雑な壊れ方は世界的にも極めて稀だと報道されました。間違いなく複雑な地震なのはそうなんですけど、実はこちらある主張では自然地震に見せかけて何回かの爆発を意図的に起こしたのではないかと噂されているんです。どういうことなのかもうちょい深く見ていきましょう。みんな地震の予兆として動物が不可解な行動を取り始めるというのはよく噂されてますよね。2011年2月21日、ニュージーランド南東にあるスチュワート島でゴンドウクジラ107頭が浜辺に打ち上げられていると報道されていました。そして翌日の22日、ニュージーランドでマグニチュード 6.3 の地震。2011年3月5日にイルカが52頭海水浴場に打ち上げられているというニュースが報道されました。そして6日後に何が起きたのかは皆さんご存知の通りです。この動物たちの不可解な行動に影響を与えているというのが潜水艦のソナーだと言われています。このソナーはジェット機並みの豪雨を発生させているので、聴覚を頼りにするクジラやイルカの感覚を狂わせたと。実際に調べてみると三半規管が損傷していたりするらしいので、その可能性は認められていて、実際に米軍を認めてて裁判沙汰になっていたりもします。そしてこの時太平洋日本列島にいたのが米軍海軍の潜水艦だったといいます。みんなよく人工地震といえばハープを思い浮かべるかと思うんですけど、よく調べてみると実際にハープがそういったことを行うのではなく、直接的に人工地震を起こさせているのは水素爆発が濃厚だと言われています。ここ最近の大きな地震の共通点としては震源地が非常に浅いというのがありますよね。このようにだいたい10キロ範囲だと、これは深部掘削探査船地球号が関係していると言われていて、このぐらいの深さなら掘ることができるというんですね。そこで爆発を起こして地震を誘発させたのか。ちなみに調べてみると震源地が浅いからピンポイントで大きな地震になるんですね。震源地が深いとそれが伝わるのにも時間がかかるし、もっと広範囲だから大きなダメージにはならないと。そこまでなので大きなダメージの地震はそもそも震源地が浅いのが前提ではあるのかもしれないです。しかも日本は意外とこの10キロから70キロが非常に多いんです。ただ地球号の掘削地点と震源地が妙に一致していたらしく、一致していたらそこで何か怪しいことが行われていたのかって疑われてしまうので、当時近くにいた米軍空母の方々が被爆した出来事があったじゃないですか。彼らが被爆したのは三陸沖の岩手県沖だったらしいんですね。ヘリに付着した放射線で被爆したということなんですけど、果たしてこれは本当なのかと議論されています。まずヘリに付着していたというのがちょっとわからないし、それだと距離的にもおかしいので、本当だったら今頃日本がとんでもないことになっています。ってことはあれはもしかして意図的に起こした原爆からのものではないかとも言われています。これよりずっと前の出来事、70年以上前に人工地震が存在していたのではないかという説、みんな知ってますか？ 1944 年昭和東南海地震。戦争末期マグニチュード 7.9 の南海トラフ地震が起き、愛知県、静岡県、三重県という世界最高基準の戦闘機を作っていた工場が壊滅的な打撃を集中的に受けました。当時の戦闘機などを作っていた工場が大ダメージを受けたということなので、これ結構大変なことですよね。ただなんとこちらの地震、大きな被害はなかったと報道されたんです。戦争中ということで相手国に弱まっていることをバレないように全然報道されなかった隠された地震なんです。なので支援なども来なくて本当に悲惨な状況だったそうです。ただ世界の地震計の分析により、日本で地震が起きたことは世界に知られており、数日経った頃 B29 が上空を飛んでいて、空からばらまかれたビラに書いてあったのは、地震の次は何をお見舞いしましょうかでした。これが人工地震だったと主張する人もいるし、あるいはね、これはただの自然地震を利用した心理戦をうまくしたんだという人もいます。ただ人工地震だと疑われる一つの理由が、2005年に米軍からある機密文書が公開されたんです。それは1944年米軍とニュージーランド軍が共同で行った人工的に地震を起こし津波や火山噴火を発生させるプロジェクトシ
シールでした。一応この実験は成功せず、実際には兵器として使用されなかったと書いているんですけど、1999年の報告ではこういった技術は可能だと書かれているんです。まとめると、70年以上前から人工地震の実験はたくさん行われていました。当時成功していたのかしていないのかは謎ですけど、皆さんどう思いますか？この人工地震ね、語り出すとキリがなくて、いくらでも説っていうのか、怪しいね、出来事はいくらでも出てくるので、キリがないんですけど、今日はこの辺にしておきます。みんなの意見もぜひ聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。